dedicated game channel by Coconetta. みんなお元気？さて始まりの話題は前回の DGEM ってなんだろってことの続編、そのメリットについて。それじゃこの説明はズンダモンよりお願いします。それじゃこのデジタルジェムのメリットについて説明します。これはゲーム内の購入よりもマイゲームスのウェブサイトで購入することが最大のポイントです。そのメリットとはプレイヤー ID さえ知っていれば誰にでもジェムを購入しプレゼントできるってことなんです。その手続きは購入ボタンを押すとその次にどの ID にしますかって聞いてくるので、その時にプレゼントしたい相手の ID を入力すれば OK。 払いはプレカもしくは PayPal となるみたい。これまでもウェブショップで購入してプレゼントはできてたけど、それって定価だったでしょ。それじゃもったいないよね。アイテムも限定されるしね。そこでこのジェムだとオファーには限定されるけど受け取ったプレイヤーの好きな使い方できるし、それにセールで買えるってとこだよね。これがウェブショップで購入するメリット。ただし購入通貨は US ドルとユーロのみだから為替レート変動や海外購入手数料なんかにも注意してね。ということでこれからは説明っぽい内容に登場しますのでよろしくなのだ。コテネタにプレゼントしてくれても大丈夫ですよ。それじゃ次はシェンローにホワイトアウトってどうなんだろうって思いまして、瞬間に近接できるので瞬間的に EMP 効果を与えることができるよね。これがシェンローのアビリティタイムとどうつながるのか、そんな疑問もあってリレーションタイムを確認します。もちろんその他にも10万ダメージを不覚にも受けた時には5万の回復もあるしね。それではどうだろうね。ぴったりとリレーションできてる感じじゃないけど、EMP 終了後のクールタイムは残り5秒。ここでかなりのダメージ受ける可能性あるけど、シェンローアビリティのテレポート2秒と敵の背後へ振り向きヒットさせるまで1秒程度、うまくかわせれば使えるかも。それじゃ次に、ミックスダゴンじゃいけないのかってことで、まずはダメージテストから。どうかな？決して威力がぶっ飛んでる、そんな感じじゃないけど、それなりの継続したダメージを稼ぎ出す。そんな印象です。ではこの後は確認したロボットのバトル。はじめはビリビリ系を装備させてシェンローにホワイトアウトを装備させてアビリティで近づき EMP 発動。これで受けるダメージを極限まで抑えておいてかなり強烈なビリビリをうまいしてみせるのだ。アビリティとクールダウンのリレーションに注意が必要だな。よしよし、これはうまくいきそうだぞ。やっぱり一気に背後にそっと寄り添えるから、気づかぬうちに EMP 効果を受けてるって感じだな。これならスコーピオンも同じ方法もできそうだね。しばらくはホワイトアウトとトランスロケーターの相性、そして電気ビリビリ系の威力も含めてご確認ください。
それじゃ最後のバトルでは、同一装備武器ってことの方が、そりゃ確かにかっこよさは違うよね。まあそう言ったって4つならまだしも6つってことになると、それなりのコストが必要となりそうだしね。そう。だったら装備できる武器で射程距離だけはある程度合わせてみるとダメなのかってね。テスト結果では威力高くはないけど、6スロットによってほぼどんな武器でも強いって結果でした。問題はバトルで使えるのかってことになるね。先に結論とすると、なんだかよくわかんないけど、結構ずっと連射し続けられ、それなりのヒットチャンスを逃すことが少なくなったということになります。時間単位のダメージは決して高くないけど、連射時間とリロードタイムが揃っていない分、いつでも連射可能って感じでした。まあこれはこれでありかなってそう思いました。これまでは軽武器でも4スロットが最高だったので、同一武器は4つまでって感じのプレイヤー多いんじゃない？だったら4プラスにもいいけど、完全なミックス、これも結構楽しいバトルとなりました。それでは、ご視聴いただきありがとうございます。おやすみなさい。Assist. Double kill. Triple kill. Assist.